クリズモ。今回は先行配信キーをいただいたのでカタクリズモをがっつりプレイするぞー。っていうかすでにキャンペーンはクリア済みで、私プロの殲滅者でございましてよ。1万体退治済みってがっつり遊ぶぞっていうかすでに遊び尽くしてるじゃねえか。てっへ。この世界昼間は街づくりして素材を集め、お城を作って防衛力を強化して、夜になるとキリマブマ名前読めないけどそれが波のように押し寄せてくるよ。ほうほう自分好みの城作って防衛する世界なのな。つか見た目がだっせー。いや凝ったデザインのお城も作れるんだけどここマジ地獄なんよ。最初は小淵や馬出しなんかの私好みの築城をしてたけど、壊されまくり、メンテ性も大事なんよ。こいつらは石垣があったら迂回するんじゃなく、破壊もできるやべえ肝虫、私の築城技術じゃ止まらない。えげつない数に攻められとる。もうね、戦線が瓦解するとどうにもならんのマジで。こりゃ一筋縄ではいかない世界のようだな。それではエンドレスモード、難易度エクストリームにチャレンジだー。ブマの一撃でキルされるレベルです。昼間の時間はあっという間に終わります。ただでさえ地獄なのに、マゾなの？ここが真の地獄の始まりだー。なおマップはバイオームからも選択自動生成もできますが、今回は適当なシード地で生成しました。それでは肝虫はびこる世界に、礼っちゃおう。では肝虫どもを追い払いつつ、私たちは生き抜くぞー。まずは時間を止めて周囲の確認、資材となる木や石の場所を把握。野良肝虫発見。一撃でキルされるヤバいご近所さん。むやみに近づくと即終了だぜ。でこちらがこの世界の主人公のイリスちゃん。特殊な出自でイリスちゃんはアルテとかいう魔法みたいのが使える学者さん。まあエンドレスモードでは、後ほど出てくるポイントを使わないと魔法使えないけど、隣に弓持ったやつもいるな。こいつはモブの旧兵だよ。初期ユニットだな。まずはこの二人で頑張るぞー。この世界の資材は酸素木材石材鉱石の4種類。まずはこれらを集める施設を建てましょ。この手の世界としてはめっちゃシンプル。あとイリスちゃんを除く兵の最大量と住民の数と、ブマを生み出してるミストを抽出して変換するミスト燃料もあるよ。ある。住民は兵士増員したり建物を建てる際に必要になるよ。製材所は人いらずで採石場は人が3人必要な謎仕様。で施設はこの白い枠が重なると設置できないので、同じ施設を連打するとかはできないよ。近すぎると製材所同士で機能奪い合いで喧嘩しそうだもんな。さて製材所を設置したので、お次は採石場を建設と。資源の埋蔵地は木が黄色で石が灰色、鉱石がオレンジみたいだな。石がないと城壁作れなくて積むのでランダムマップでは鉱石多いところがいいかもね。困った時はリセマラのやつだ。まあリセマラするなら崖や谷が多い、有利な地形を選ぶもよし。まあその辺は好みによりけりだな。お次は酸素を生産する空気ろ過機。この施設は高い位置に建てると生産量が上がるので、最大生産量の180になるように調整して設置します。中央の拠点の上がちょうどいい感じの高さだな。ではホイットな。お次は人口を増やすために小屋を建設。奴らは食料とかは必要なーし、酸素があればいくらでも生えてくる。ミストから無限に湧き出る肝虫同様、この世界の住民は酸素があればいくらでも湧くぜ。それでは一時停止解除開発始めってしまったー。肝虫に施設が見つかったー。一時停止解除と同時にまた一時停止してんじゃねえよ。やっべえ、初手から完全にやらかした。一撃もらっただけで終わりなのになんてこった。第一部間。こんな速攻諦められるか、採石場製材所建設中止。これで攻撃目標を見失った野良肝虫の動きは止まるか？よし肝虫の停止を確認。しかしここに居座られたら開発ができん。なんとか処理するぞー。モブ級兵よ、うまいこと敵を釣り出せ。なんとかイリスちゃんと二人で駆除するのだ。敵は3体、判断を誤れば即終了だ。気をつけろよ。慎重にいい。狙いを応し、ナイスヒット。釣り成功、イリスちゃんやっておしまいなさい。雑魚敵1匹なんとか駆除。さあモブをよ、あと2匹残ってる。さらに1匹釣り出すのだ。2匹釣れとる。2匹同時はさすがにきついか？なんとか撃退してくれー。無事駆除成功。意外となんとかなった。なお、テストプレイでは雑魚敵にやられ1ウェーブ目が来る前にそのまま拠点を落とされ終了しました。バラさないでよ。エクストリーム難度、マジ地獄である。採石場と製材所を再度建設してたら、また新たな肝虫が出てきたのでまたも白兵戦。最初の戦いで立ち回りも分かってきたので、さほど危なげなく勝利。なんだ思ったよりも楽勝じゃん。これなら周囲の野良肝虫殲滅できるかも。
白霊霊夢、調子に乗って北側の野良肝虫に攻撃開始。イリスちゃんとモブオで交互にヘイト取って、距離感を保てば楽勝でありまーす。ってなんかでっかいの一体混じってたー。やべえでかいの HP 高いぞ。逃げてイリスちゃん、一撃もらったらあの世行きだよー。敵の方が足早いっぽい。こりゃ逃げ切れんのか？こらモブオ、離れすぎだ。イリスちゃんを助けに行けー。うわー、一時停止で延命。おい。気合で紙一重でかわせー。大喜利かわした。イリスなかなかの度胸の持ち主。攻撃目標が製材所に移った。今のうちに総攻撃だー。などと大騒ぎしているが敵ただの野良のモブだぞ。もう昼間っからこれじゃ、夜になって肝虫群がったらどうなっちゃうのよ。エクストリーム難度は昼間の時間も短くなるらしいから、急いで開発して夜に備えなくちゃだぜ。ってこらー、さっきのデカ肝虫のお月のみたい、しれっと採石場を襲うなー。しょっぱなから前途多難。家が完成して人口が増えたので弊社の建設を開始。これで兵士が増員できるのか、雑魚狩りがはかどりそうだな。その頃イリスちゃんたちは敵に見つからないようこっそり周囲を探索。めっちゃ石と鉱石がある鉱脈を発見。この世界とにかく石がないと防壁すら作れないからこれはマジで助かるよ。だな。そして鉱脈をぐるっと回ってたら、もうすぐ夜が来ます。まだ何も準備できてねえよ。やべまだ旧兵の増員の指示すら出しとらん。慌てて旧兵を発注するのず。この世界の住民は特殊な力で敵の発生源を特定可能。出現位置はあそこだー。敵は肝虫少数。では今夜の波に備えて防壁を建築だー。この世界時間止めて即時建設できるのが唯一の救い。城壁となる石レンガは高さが高くなることで4段階耐久力を上げることが可能。方法高く積んだだけ重さで丈夫になるって感じか。高さ以外にもレンガのピースを大きいやつにすると、元の耐久値が高いから上に積むとこれより硬くなるよ。ただ横に長いと一つ壊されたら上が全崩壊とか、壊されるの前提でメンテしやすいように小さくするのもあり。見た目もかっこよくしたいだろうし、これは作る人のセンスが問われるな。日本のお城の石積みみたいに角は3木積みにいい。とかやるとテンションは上がるけど今は余裕なーし。まあ肝虫は余裕で石破壊するしな。このやや紫色の城壁が最強の耐久値。これをもって今日の波を乗り切るぞー。どんな城壁ができるか楽しみだぜ。そして出来上がったのが、この城壁だー。さっきの壁に登るための足場作っただけじゃねえか。窓枠や胸壁なんかはポイントで開放しないと作れないからこれが今の限界なんだよ。設置がれー。っていうかこの高い壁作るだけで資材もほぼ使い切ってるから、敵がこの壁を迂回したらもうゲームオーバーであります。難度エクストリーム、なかなかイカれた難易度な模様。よし新兵ギリ間に合った。モブジ、お前も上に上がりなさい。新兵モブジ、来ようと同時に七送り。馬たちがやってきます。いよいよ最初の波か、さてどうなることやら。我々の後ろには守るべき民がいる。不退転、ここを退くことは許さぬ。命を燃やし尽くせー。無慈悲の霊夢、逃げられないように足場を破壊。違うよそこは耐久値が低いから肝虫に壊される前に回収したの。これは再利用できるの。再ですか。研究が完了しました。夫も無事の後に注文してた革のグリップの研究も開戦前に間に合ったか。どれだけ強くなるかはわからんが、旧兵の攻撃ダメージが増えたみたいだ。肝虫どもが現れたぞー。一匹も奥に通すな。撃て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 ー。うわうぞうぞ近づいてきてる。肝おっとイリスちゃんたちが見切れちゃってる。カメラを上に上げねば。地方、高すぎる城壁、撮影がしにくい。窓とか開放できれば、途中に窓つけてその階とかから攻撃もできるんだけどね。それに旧兵なんかは高さ5メートル以上を得意とするとか、ユニットごとの設定もあるから高さもいろんなところで影響出てくるよ。単純そうに見えてかなり細かい設定あるのな。よーし、肝虫減ってきた。そのまま畳み込めー。害虫どもを殲滅だー。城壁は持ちこたえてる。イリス、今のうちに倒しきるんだ。モブオとモブジも頑張れ。第1の波を撃破、ポイントを1獲得しました。我々の勝利だ勝ち時をあげよ。かーあったどー。勝ち時上げてる暇はねえ。すぐ次の波が来るんだ。さっさと開発に戻れ。さあせーん。じゃ今日も開発っと。酸素があればいくらでも作れる製材場造成越。イリスちゃんたちは新たに加わったモブサブローも連れて雑魚狩りに向かうも、追いかけられてったーい。弊社前まで迫った肝虫、膨れ上がってジバーク。危な、接近してたら一網打尽にされてたかも。一撃必殺の世界で範囲攻撃は怖すぎ。気がついたら酸素の残量がゼロでやばかったので弊社の上にろ過器を設置。ちなみに空気ろ過器は人が働いている設定なので、たどり着くまでの道は確保しなければならない模様。
まあこれもポイント使えば自動化はできるけど当分無理。資材使うが階段つけるしかねえぜ。では民家の上にもブロックで高さを追加して空気ろ過器を追加。城壁で石材使うのにここでも使うの地味に辛いぜ。螺旋階段が切実に使いたい。ポイントで解放してください。シェー。そしてモブたちを引き連れ探索してたイリスちゃんが、新たな鉱脈と肝虫の巣を見つけたところで、もうすぐ夜が来ます。はいよ。エクストリームだと探索もままならぬ。さあ急いで戻って今日もお立ち台で迎撃だ。今のままだとモブシローが登れないのでちょびっと回収工事。石材の在庫がなく突貫工事ギリッギリ足場。ブマたちがやってきます。お待たせしました。大モブ五郎、新兵訓練間に合ったか。頑張れよモブ五郎、帰り道は撤去されて逃げ場はねえから戦い抜けよ。そんな。前回の戦いで傷んでるブロックがないか最終チェック。肝虫がいない状態なら時間を止めてブロック交換で、耐久を復活させることができます。セコ技入りまーす。敵の編成は昨日と同じ程度か、こちらはモブ素人モブ五郎が加わった、我らに負ける要素なーし。まだまだ第2の波だしそれほどヤバい戦いではないぜ。これなら倍速再生でも安定の勝利だ。白兵戦なら勝てっこないけど我らには最強の高度の壁がある。肝虫どもに人間様の底力を見せつけてやれー。第2の波を撃破、ポイントを1獲得しました。第2の波、楽勝だったぜ。さて2ポイント貯まったので軍事力アップを解放するであります。これを解放すると現状の兵士最大10名が15まで拡張されます。まだ5郎までしかいないのにちょい気が早い気もするが、数は正義だよな。螺旋階段とかの石パーツや窓、新しい兵科なんかも解放したいのたくさんあるけど、多分戦力強化しないと生き残れないからガンガン軍事力上げてくよ。最高難易度じゃちょっと選択ミスっただけで積みそうだ。そして3日目は最初に見つけた鉱脈に進出するため、建設可能範囲を広げるテリトリー拡張の灯台を設置しようとしたら、攻撃を受けています。まだ波が来る時間じゃないぞ。やっべえ、なんか知らんが生態所襲われてるエマージェンシーエマージェンシー、全軍で肝虫を排除しろー。新人六郎も合流しろ、迎撃するぞ。ああ製材所がやられた。もうすぐ夜が来ます。製材所は酸素があれば復活できるから気にするな。それよりも急いで肝虫排除だ。そう、壁がない状態での戦いは厳しすぎる。やべえもう目の前だ。この数は止められねえ。だが本拠を落とされたら終わりだ。皆紙幣となりてここで戦い抜け、引くことは許さぬ。ああ、モブシローがやられたぞー。なんてこった、昨日仲間になったばかりなのに。みんな交代しつつ攻撃だ。シローの犠牲を無駄にするな。一匹でも多く敵をやれー。ああ新兵の五郎まで、許さんぞ。駆逐してやる、一匹残らず。あばばばばばああ次郎まで行っちまった。3名の犠牲でなんとか撃退できたけど、もうすぐ夜の波が来る。今夜は厳しい戦いになりそうだ。肝虫が来たぞー。打ち払えー。七郎と八郎も合流して旧兵は5名に復活。これならまだ戦えるぜ。この程度の雑魚、壁さえあれば楽勝じゃあ。撃てー。兄弟たちの仇討ちだー。残る肝虫はあと1体。よし殲滅完了。とりあえず城壁に対したダメージもなく一安心。焦るほどの敵じゃなかったな。ブマたちがやってきまーす。また押したの波じゃねえのかよ。野良肝虫かよ。やべ敵来る前に時間止めて一番下の石だけ作り直しとこ。セコ技使ってでも生き残る。これがうちのレイムさんだ。まあポイント解放で修復魔法イリスちゃんが覚えられるけど、余裕がないから当分は立て替えるしかないよ。ポイント貧乏マジスラシ。でも波の量は前回とさほど変わりないみたいで、この戦力でも割となんとかなりそうな予感。3人やられた時は焦ったが割となんとかなるもんだな。はっはっは、難易度エクストリーム楽勝ではないか。エンドレスモードこのままエンドレスに遊べてしまうかも。しかし彼女たちはまだ気づいていない。波を重ねるほど奴らが賢く狡猾になり、多方面攻撃や迂回攻撃をする事実を。そうなの？何はともあれ第3の波勝利、1ポイント、ゲットだぜ。では第3の波を勝利したイリスちゃんが探索中にうっかり肝虫の巣に特貫した姿を見つつ今回はここまで。面白かった。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。自称プロを名乗り調子こいて始めた難易度エクストリーム、ちょっとしたミスですぐ積みそうな世界。果たしてレイムは生き残ることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。またねー。